夫より先に眠ってはいけない。夫より遅く起きてもいけない。食事の箸を取るのはいつも最後。だが、この家の蔵の鍵を預かり、金の出入りをすべて把握していたのは彼女だった。これは加賀百万石の城下町で目を記録に残さなかった一人の武家の妻の物語。このチャンネルでは日本の歴史を王や将軍ではなく、その場にいた普通の人々の目線で描きます。今回あなたが体験するのは、江戸時代後期加賀藩の中級藩士に嫁いだ一人の女性の16歳から30代までの一生です。動画の最後にはこの物語の舞台を今日実際に訪れる方法も紹介します。舞台は金沢、加賀百万石の城下町で、今の石川県にある城の周りには土塀に囲まれた武家の町が広がっていた。その一角にあなたの家がある。それでは1830年代金沢の武家地へ。行灯の油がそろそろ切れる。夫はもう眠っている。姑と姑も眠っている。奉公人も眠っている。この家でまだ起きているのはあなただけだ。あなたは眠ってはいけない。夫より先に眠らないこと。それがあなたが嫁ぐ前に叩き込まれた決まりの一つだ。だが今行灯の下であなたが広げているのはこの家の帳面だ。今月いくら入り、いくら出たか、何を室に入れ、何を取り戻したか、誰に何を届け、誰から何をもらったか。この家の金の出入りを知っている人間はこの家に一人しかいない。あなただ。1830年代加賀百万石の城下町金沢。あなたは中級藩士の妻、年葉25。あなたの名はどの記録にも残らない。これはその一生の話だ。まず時を10年ほど戻そう。あなたは16歳だ。名は佐藤としておこう。加賀藩士の家の次女。この次女はあなたの人生をほぼ決めている。家を継ぐのは兄。家に残る道はない。あなたはどこかの家へ嫁ぐために育てられた。あなたの現状をゲームのステータス画面風に並べてみよう。身分加賀藩の中級藩士の家に嫁ぐ妻。夫の六はおよそ100石。金沢城下の土塀に囲まれた武家地に住む。持ち物、タンス、兄弟、ヤグ、そして化粧料と呼ばれるあなた個人の金。これは夫の金ではない。あなたの金だ。武器、なぎなた。武家の娘のたしなみであり、嫁入り道具の一つでもあった。使う日が来ないことを全員が願っている道具だ。家族構成、夫、姑と姑、やがて生まれる子、そして数人の奉公人。職務、奥向きの一切、台所、衣類、金銭、奉公人の差配、親戚付き合い、つまり家という組織の運営そのものだ。そしてあなたが嫁ぐ前に読まされる本がある。女大学。この本は女はこう生きるべきだということを中級課長にまとめて説く。幼くしては父に従い、化しては夫に従い、老いては子に従え。30、妻を離縁してよい7つの条件。七教、江戸の女子教育のいわば教科書だ。ただしここははっきりさせておきたい。女大学は女がどう生きたかの記録ではない。女はこう生きるべきだと誰かが書いた本だ。規範であって実態ではない。そして規範と実態の間にはしばしば驚くほどの距離がある。縁談はあなたの知らないところで進んだ。仲人が価格を測り、禄高を測り、兄がうなずいた。あなたが相手の顔を見るのは婚礼の日だ。あなたの意見は誰も聞かなかった。婚礼の夜、あなたは歯を黒く染める。お歯黒。江戸中期以降、女は結婚の前後に歯を黒く染めた。これは化粧ではなく印だ。この女はもう
どこかの家のものであるという。翌朝からあなたは他人の家の人間になる。姑の名は土星。厳しい。当然だ。この人はこの家の奥向きを20年以上一人で回してきて、今それを見知らぬ16歳に引き継ごうとしている。あなたが不安なのと同じだけこの人も不安なのだ。そのことに気づくのにあなたは3年かかる。味方は1人だけいる。隣の組屋敷の峰。15ほど年上の妻だ。あなたが最初に味噌を焦がした日、笑いもせず黙って自分の家の味噌を分けてくれた人だ。最初の1年あなたは覚えることしかしていない。この家の朝の順序、この家の味付け、この家が誰と付き合い誰と付き合わないか、モントクレにどの家へ何を届けるか。武家の付き合いは金と品物でできている。それを間違えると夫の面目が潰れる。そして3年目のある日、姑があなたを奥座敷に呼ぶ。畳の上に置かれていたのは鉄の鍵束だ。蔵の鍵、喉持ちの鍵、この家のものと金が収まっているすべての場所の鍵。姑は多くを語らない。ただそれをあなたの手のひらに乗せる。この瞬間からこの家の中で何をいくらで買い何を室に入れ誰にいくら渡すかを決めるのはあなただ。夫は決めない。夫は藩の務めに出ている。教諭は夫、僕はあなた。武家の家とはそういう風に2つに割れている。その年の冬、あなたは最初の子を産む。そして産後あなたは眉を剃る。引き眉。町人の女は嫁いだ時点で眉を落とすが、武家の妻は子を産んでからだと言われる。鏡の中の顔はもう娘の顔ではない。あなたはこの日はっきりと理解する。ここから先の人生は自分のためのものではない。ではあなたの一日を朝から追ってみよう。夜明け前、まだ暗い。あなたは家中の誰よりも早く起きる。土間に降りてかまどに火を起こす。水を汲み米を研ぐ。この時代飯を炊くのは1日に1度だ。朝に炊いて昼と夜は冷や飯を食う。だから朝の失敗はその日一日の失敗になる。蒸気が上がる頃、あなたは夫の身支度を整える。武家の妻の仕事で外から最も見られているのがこれだ。夫の着るもの、家族の着るもの、奉公人の着るものまで衣類の調達と管理は妻の役目とされた。夫が人前に出た時に恥をかかないこと、それはあなたの仕事の成果だ。夫が出ていく。門の外まで送る。ここまでが朝。昼は家という組織の運営だ。奉公人に指図を出す。届いた品を改める。帳面をつける。この時代の家計簿は家の存続そのものに関わる。武家の暮らしは対面に金がかかり、そして武家の収入は増えない。米で決まっているからだ。午後、あなたはなぎなたを持ち出して庭で肩をなぞる。誰かと戦うためではない。武家の娘として身につけたものを忘れないためだ。歯を振るたび実家の庭の匂いを思い出す。そして夕方までの残りの時間はほとんど針を持っている。繕い、仕立て直し、洗い針。武家の衣服は買うものではない。手入れして直して次の代へ回すものだ。日が暮れる。夫が帰る。姑と姑が食べ、夫が食べ、子が食べる。あなたが箸を取るのは最後だ。そして夜、全員が寝静まった後、行灯の下であなたは帳面を開く。応答の場面に戻ってきた。これだ。あなたの一日だ。明日も同じ日が来る。もごぞけも同じだ。あなたは10年この同じ日を積み上げていく。そして10年目に同じ日が来なくなる。藩から通達が来る。借地。言葉の意味はこうだ。藩が藩士の禄の一部を借りる。返すあてはない。
つまり実質的な減俸だ。なぜそんなことが起きるのか。加賀藩は100万石の大藩だ。それでも金がない。藩主の私費、幕府から命じられる不信、江戸の屋敷の維持、参勤交代、出ていく金の方がはるかに多い。財政が傾いた藩では禄の半分までを借り上げる例もあった。武士の暮らしはこうして静かに削られていく。家の中でそれを最初に知るのはあなただ。帳面をつけているのはあなただからだ。あなたは削る。まず自分の着るものから削る。次に付き合いを削る。これは危険だ。武家の付き合いを削れば夫の立場が細くなる。それでも削る。針を持つ時間は増える。夜が短くなる。化粧料に手をつける。峰の家も同じだ。二人で縫い物を分け合い、内職の手間賃を数える。加賀藩でも禄の少ない武士の家は内職で暮らしを補っていた。ここでこの時代の結婚について一つ知っておかなければならないことがある。武家の婚姻は男と女の約束ではない。家と家の取り決めだ。だからそれを解くのも家と家の話し合いになる。そして話し合いを始める合図は大抵妻の実家が娘を引き取ると言い出すことだった。実家が娘を戻すと決めた時点でその縁組は事実上終わりに向かう。そしてそれは冷たい話ではない。娘を嫁がせた家にはその娘が食べていけているかを見届ける責任がある。根拠が傾いたなら引き取るのが実家の務めだ。この時代そうやって実家に戻りまた別の家に嫁いでいた女性はいくらでもいる。だからあなたの家が削りに削っているという話は当然実家の耳にも入っている。そして実家から人が来る。兄の言葉はこうだ。帰ってきてもよい。これは親切だ。この時代の常識からすればむしろ真っ当な申し出だ。だが同時にそれはあなたの人生をここで畳むということでもある。実家に戻ればあなたは離縁された女になる。この家のために積み上げた10年は消える。子はこの家に残る。ここであなたには2つの道がある。実家に帰るかこの家に泊まるか。あなたは泊まる。さてここで多くの人が知らないことを話しておきたい。江戸時代の離婚といえば見下り藩だ。夫が妻に突きつける一方的な追い出し状、長い間そう理解されてきた。だが550通を超える離縁状を集めて読み直した研究がある。そこから見えてきたのは全く違う姿だった。見下り藩の多くは一方的な通告ではなく話し合いの結果を書き留めたものだった。妻の側から家を出た例もある。そして見下り藩は追い出す紙であると同時にその女性が再婚して良いことを公に証明する紙でもあった。離縁はこの時代珍しいことではない。享保15年の資料には世上に再縁は多くござ候。世間では再婚が多いとある。明治16年の統計では離婚率は人口1000人あたり 3.39、現在の日本のおよそ2倍だ。江戸時代はそれよりさらに高かったと推計されている。そしてどうしても家を出たい女性のための最後の場所もあった。縁切寺、鎌倉の東慶寺と上野の国の満徳寺。妻がそこへ駆け込めば寺が夫方を呼び出し離縁を成立させた。東慶寺に残る慶応2年の記録にはその年に駆け込んだ女性が42人、寺にとどまっていたものを含めて47人と書かれている。47人のそれぞれの事情。つまりあなたがとどまったのは出口がなかったからではない。出口を見た上でとどまったのだ。それは従順とは少し違う。200年後、あなたが立っていた場所はまだ残っている。金沢市長町、加賀藩の中流上流の藩士の屋敷が並んでいた一帯で、今も土塀と石畳の路地がそのまま続いている。
繁華街の香林坊から歩いて5分。冬になると戸辺は雲掛けという藁の覆いで守られる。あなたの見ていた冬の景色と多分そう変わらない。公開されている屋敷がいくつかある。武家屋敷やと野村家では藩お抱えの絵師が描いた襖絵や木に伝わった統計を見ることができる。ミシュランの日本版ガイドで2つ星がついた場所だ。旧加賀藩下加台跡には修復された長屋門と庭が残っている。そして長町には金沢市足軽資料館がある。足軽の屋敷を移築して復元した場所だ。前回この番組で歩いた関ヶ原の足軽が200年後にどんな家に住んでいたのか、それが見られる。ここでもう一つ少し離れた場所を挙げておきたい。長野市松代町の真田邸。これは松代藩9代藩主は義母のために建てた御殿だ。建てられたのは1864年。なぜこんなに遅いのか、理由がある。江戸時代を通じて大名の妻子は生涯を江戸で過ごすことを義務付けられていた。国元に帰れなかったのだ。それが緩んだのは1862年文久の改革の時、妻子の帰国が許され、そこで初めて松代に住まいが必要になった。つまりあなたよりはるかに身分の高い女性たちの方が生まれた土地に帰ることを生涯許されなかった。最後に北鎌倉の東慶寺、今は静かな禅寺で境内は誰でも歩ける。境内の宝蔵には縁切り寺だった時代の文書が収められている。ここへ駆け込んだ女性たちの記録だ。すべての場所へのリンクは概要欄に。夫より遅く寝て夫より早く起きる。食事の箸は最後に取る。それが規範の書いた妻の姿だ。だが実際にこの家を動かしていたのは、蔵の鍵を預かり帳面をつけ削るものを決め、そして出口を見た上で泊まることを選んだ一人の女性だった。規範と実態の間のその距離の分だけが彼女の裁量だった。歴史書は加賀百万石の藩主の名前を覚えている。だがその城下の土塀の内側で傾いていく家を10年支えた佐都という名の女性のことは覚えていない。それでも歴史というものはその大部分が彼女のような人々でできている。玉座からではなく家の奥から見た古い日本、それがこのチャンネルです。次回はその家が丸ごと燃えた話をします。1615年大阪城豊臣家最後の籠城戦です。あの城に集まった10万の兵の多くは関ヶ原で負けて職を失った浪人でした。第1話の足軽の15年後の話でもあります。チャンネル登録して古い日本や足を踏み入れてください。